皆さんこんにちは。株式会社八谷のマーケティング担当石原と申します。今日は岐阜県にあるお客様のお家をご案内していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず外観から見ていきましょう。外観のポイントはツートンカラーで奥行きを出していて、ボックスをイメージしているのでとてもスタイリッシュな印象に仕上がっています。お施主様のご希望はグレーという色味で、要望を聞いた建築士が提案させていただいた形になります。道路側には小さな正方形の窓が2つだけ設置されていて、玄関扉も道路側からは隠れているので、プライバシーを守りながらファサードの美しさも演出しています。外壁面を塀に見立てているおかげで、道路面に外構で塀を建てる必要がないのでコストも抑えられています。はい、玄関扉を入りますと、まず玄関が二手に分かれています。右側は、奥の扉からリビングにつながる側の玄関ですね。こちらお客様用になります。で左手側ですね、扉が設置されている玄関収納側ですが、こちら2畳の玄関収納が確保されています。奥にキッチンが見えると思うんですけど、キッチンまでの荷物の運び入れなどの動線も確保されています。はい、ではリビングにつながる扉を入ると、広々とした13畳のリビングが広がっています。大きな窓から見えるのは中庭にあたるウッドデッキの部分です。軒が作られているので、リビングからの外への空間のつながりも意識しています。こちらはソファーを置かない選択をされているお家で、天井も高く設計されているので、より空間の広さを感じることができます。はい、続いてキッチンに参ります。こちらはダイニングテーブルは置かずにカウンタータイプになっています。こちらのキッチンは勝手口から続く土間になっています。キッチンが一段下がっていて、こちらは外履きで歩くようなイメージです。カウンターにはカフェのようにコンセントも設置されていて、油跳ねや水跳ねから守るためにコンセントカバーも付けられています。こちらが洗面脱衣室になっています。テーマは温泉旅館ということで、床には東風のクッションフロアが使われています。竹のような素材風のものですね。壁紙も和風のクロスが使われています。天窓があるおかげですごく明るいです。洗面台のこちらのタイルには目地がオリーブ色の目地を使用しているので、少し柔らかい印象に仕上がっています。とっても可愛いです。お風呂はホワイトをベースに一面だけアクセントのついた壁紙にしてあります。木目風になっているので落ち着いた雰囲気ですね。奥様はこちらでいつもお化粧やヘアセットなどしているそうです。続いて廊下になるんですけれども、こちら廊下とは思えないぐらいとっても広くて、1部屋分ぐらいの広さがありました。広めに撮った理由が、将来お子様のスタディスペースになるかもということで、この窓の配置だったりとか光の入り方とか、建築家が計算し尽くした配置になっています。日差しの入り方が綺麗で、とっても素敵な空間でした。今はフリースペースとして活用されているそうです。続いてお手洗いです。お手洗いは黒とグレーでまとめたシックな空間になっています。床も
黒のタイル地のクッションフロアが使用されていて、空間は遮らないように壁に埋め込み式の収納が付けられています。トイレットペーパーもたくさん入ります。収納もバッチリです。続いてお手洗いの隣のお部屋になるんですが、こちらゲストルームになっています。将来的にはシアタールームにしたいとおっしゃっていました。なのでプロジェクター用の設置スペースが設けられていたりしています。続いて廊下左手奥側にあるのが子供部屋になります。こちらが広さ7畳になっていて、将来的に真ん中に仕切りを作って2部屋にできるように設計されています。2部屋にした場合少し狭めにはなるんですが、本当に寝るだけの部屋ということで、勉強だったりとかは先ほどのフリースペースである廊下の部分で行うという想定で設計されています。最後に寝室に参りたいと思います。こちらの寝室が広さ6畳の寝室になります。ウォークインクローゼットも十分な広さが確保されています。寝室からもウッドデッキへ出入りができるように大きな窓が設置されています。なのでとっても明るいです。夜勤のあるお仕事をされているご夫婦なので、カーテンは遮光カーテンを使用して昼でもしっかり暗さを確保して寝られるように作られています。はい、ではこれで全てのお部屋のご案内が終了いたしました。今回は岐阜県にある平屋のお家のご紹介をいたしました。今後も、ルームツアーや八谷のおうち情報などどんどん動画を投稿していきますので、今回の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。